またやってきましたレボリューション。今回もホンダ P がいろいろと聞いちゃいます。 GR86 です。あちこちでエンジンがぶっ壊れたなんて話がありますね。はいはいはい。そんな2リッターの時と違うんですかね。まずはストレーナー形状が変わったので、ストレーナーがそうですね、樹脂の長っぽそいやつになってネットが奥に入っちゃったんですよね。それでもう何回も目撃してるんですけど、オイルパンを剥がすとオイルパンの縁についてるシール材が剥がれて、それを吸ってネットのところで止まってるっていう状況になってますね。シール材がじゃあ前よりなんか多くついちゃう。そうですね、ちょっと多い感じですね。ではみ出た部分の内側にはみ出た部分がオイルで揺られてポロッみたいな。なんでさっき皆さんそれをチェックしたい、でもせっかく外したんだったらバッフルプレートはつけたいというんで、バッフルプレート今うちも売れてますけど、はい。ストレートの形状ではないんですよ。そうですね、まず詰まる要素としてはシール材がやっぱり脱落しているのが良くないっていうのと、詰まりやすい構造、一度詰まったらもうその外に出ない、入りっきりで詰まっちゃって終わりみたいな状態になってるんですよね。結構サーキット走行とかじゃなくてもじゃあなんか出るんですけど、やっぱサーキットみたいにオイルの油面を右左に揺らすような使い方をすると、その剥がれる量も多いですし、剥がれる時間も早いっていうことですよね。静かに本当に街乗りしてればおそらくそんな大した大きな問題にはならなく、今回はどうしても GR86FR スポーツですからサーキット走る方が多いっていうことで、そのオイルの油面変動によってシール材が剥がれてしまう、要するにはみ出て部分だけ取れちゃうっていうだけなんですけどね。オイル抜いてバッフルプレートつければ、はいはい、ほぼそうですね。そのバッフルプレート、これ一回あったことなんですけど、バッフルプレートつけたんですけどストレーナーの掃除し忘れたっていうのがあって、もう一回剥がした方もいらっしゃいます。うちでは毎回掃除するんでないんですけど、バキュームかけて吸わないと吸えないんですよ。なんかドライバーでつついて取るような話じゃないんですよね。バキュームかけながらジュー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 吸う感じ、歯医者さんみたいな感じ、ジュー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 って吸うような、ああいう吸う行為によってストレーナー奥に詰まってるネットに詰まってるシール材を剥がし取るみたいな感じになっちゃってるんですよ。もうくっついちゃっててビターってくっついちゃってるんですよね。2リッターの時のやっぱ油温が上がるとか熱の問題あったじゃないですか。はいはい。オイルクーラーが水冷のオイルクーラーがエクスチェンジャーがオイルエレメントの下についたんですけれども、あれだけでは到底足りなく、後付けのクーラーが前のタイプと同様必要な感じですかね。ワンメイクレースの車なんかは、そういうパーツつけるんですか？ついてます。はい。オイルクーラー。はい、オイルクーラーが標準装着でついてます。ですけど私たちが考えているサイズよりはちょっと小さいんですよね。はい、小さいですし、ワンメイク車両の場合は N0 というレギュレーションなので、駅マニからマフラーは変えられるんですけど、駅マニとか触媒が変えられないので、それだけ性能が上がらない、止まってる状態で使ってるからまだいいんですけど、一般の車でいうとチューニングカーだと、クリーナーだったりとか、キャタライザー、駅マニとかマフラー全部変えるとですね、手元の、資料だと270、80近くまで出ちゃうんで、その熱量としてはやっぱりクーラーがしっかりついてないと足りない。コンピューターなんかのチューニングなんかもあんまりまだ出てきてないな。そうですね、まだやれてないですね。正直うちの車もこの車もエンジン本体はノーマル、エンジンハーネス、コンピューターノーマルで、スピードのリミッターだけカットしてるっていう状態ですね。コンピューターもガラスをバージョンアップしてる。いや、かなりもう全く別物です。全く別物です。じゃあ時間がかかる。そうですね、ちょっと時間かかると思いますね。はい。270出てる。そうですね、ダイナパックのデータに係数をちょっと皆さんが上げてる係数をうちもかけるとそんなになっちゃうんですよね。まずそのエアロが全然変わってるのと、このドライカーボンのボンネットとかもそうですし、イングさんのご提供によるその
エアロフルで一応ついててですね、あとリアのダウンホースがもっと出るように大きなウイング、車検通らないですけどついてたりとかしてますね。アタックつくばでしたっけ、これ走らしたの。そうですね、最後タイムをちゃんと計測した公の場はアタックつくばなんですけど、その後、このイングスさんのボディがつく前の途中の空力のアップデートをしてる時に、あそこにあるカーボンハニカムのディフューザーとフローは後でお見せしますけど、それと、このハイマウントのハイダウンホース仕様のこのウイングはついてたんですけど、これでスゴで1分32秒ぐらいだったですかね。はい。でもう真夏だったんで、タイヤはもう使った中古をちょっと削って持ってって使いました。だから新品のニューでバーンっていったんじゃなくて、なんでしょう、スゴさんのそのオープン開け、クローズド開けだったんで、ラバーも乗ってなかったし、もうほぼほぼもう30度近く気温もあったので、それで32秒だといいんじゃないかなと思うんですけど。アタックつくばは59秒そんな出てるんだ。6だったっけな。はい。でもスゴの32秒台っつったらですよ。多分かなりですよ。トラックを走るんであれば、ここにカーボンハニカムのディフューザー、これもあの車用でもうセットしてあって、ワンタッチでファスナーで外せるように、一人で3分5分で脱着ができるように一応作ったんですよ。はい。粉砕が削れちゃいそうです。そうですね、ちょっと危ないんで、これはやめとこうと。あとミッションのセンターフロアも作ったんですけど、はい、これも外しとこうと。これつけることによってこのディフューザーがより効くという。そうですね。はい。この2つのパーツは空力パーツとしてあるんですが、今回の軍祭には投入しないと。軽くなってるっていう話ですか。そうですね。軽量的なメニューでいうと、ボンネットがこういうのに買ったりしてるだけなので、大きくは変わってないんですけど、すでにつくば走ってる時点で1トン20キロぐらいで走ってたんですよ。もうだから皆さんの車より多分250キロぐらい軽い状態だ。そんな軽くなる。はい、走ってたんですけど、そこからさらにそうですね、ちょっと軽量してるのと、余計なものをちょっとつけてエアロ関係の部品がちょっと大きくなったので重くなってるんですけど、ここにあるようなブレーキを今交換する予定なんですけど、このブレーキだけでも純正から比べると1415キロぐらい軽くなるんですね。でこれを今なんでつけないかっていうと、ブラケットがこれスチール製なんですよ。でそれを今アルミで作り直してるっていうのが正直なところで、それを製作今してるので、それが出来上がったらつけます。だから今度の25日までにはこの車があと1415キロ軽くなって、ブレーキもアップデートした状態で走るっていうことになります。一通り大体全部一回バラバラにして、一からいるものって分けてって、究極いるものだけつけるっていう。であとものによっては、ドライカーボンのパーツで、鉄のものをドライカーボンにする、アルミのものをドライカーボンに転換するみたいなことをやってます。はい、この車もアンダーコートはついてないです。はい、アンダーコートついてないですけど、剥がした後に綺麗に塗ってるからついてるように見えないっていうか、もともとこんなんだったなっていうイメージになっちゃってるんですけど、この車は一回もうホワイトボディになったしてから組み上げてるので、ちょっと皆さんが考えるところのとはちょっと違うところからスタートになっちゃってます。はい、ダンパーはノーマルがかなりいいという。はい、そうですね。テスターでかけたデータもバンプフロント側もリア側も非常にいい感じなんですよね。はい、でバネ的にもですね、プレロードがかかってリバウンドがすごくあるような足がやはりその軍祭には有効じゃないかっていうことで、以前まで私どもが持ち込んでた車両がほとんどそのサーキットで走った車両に対して、そのサーキットスペックのダンパーに対してスプリングのレートを柔らかくして、たまにはダンパーのレートも柔らかくするんですけど、そのサーキットありきの柔らかめっていうんで持ってきたんですけど、今度は全然逆で街乗りがすごくいい足なので、それありきの峠仕様で、それに対して車がやっぱり250キロぐらい軽くなってるので、どうしても車が軽い分車高上がっちゃうんですよ。でその車高上がるのに対してどういうふうに車高を下げる、調整するっていう機構をノーマルのサスペンションでできるかできないかっていうのを今回そこが苦労したところですかね。スプリンググローデザインの春スプリング製のダウンサス、はい、
これが今ついてます。そのスプリングとアッパーマウント系をちょっといじってて、ダンパーはノーマルです。はい、ちょっと面白い感じですね。だから車高が実際今ライドハイト計測してもこちらにあるワンメイクよりも10ミリぐらい高いんですよ。ちょっと高いんです。これが普通のこれで90ミリ、地上高90なんですけど、これも多分地上高100あると思うんですよ。はい、要するに数字上で言ってもテスターかけても僕らが理想としてるこんなところじゃないのっていうような動きになってるっていうか、まあこれが調整式じゃないのが非常に残念なあれで、これ調整式だったらいや変えないでいいんじゃないのぐらいいいんですよ。ワンメイクの車ってそのサスペンダンパーのマルティは出ちゃいけないんですか？いやその構想はないんですけど、まあ今こちらはエンドレスさんのサスペンションを使って指定部品なんでそれを使って出てますけど、はい、これはこれでまた違った良さがあって、はい、多分ブレーキだけで14キロぐらい軽くなるんで、でこちらに置いてあるこれが今までつくばで走った、D2 のオリジナルのうちのレボスペックのサーキットスペックのサスペンションキット、これがついてました。今ついてるのはこれですね。ここにグローって書いてありますけど、まあ、これが純正のダウンサスになるんですけど、ここで変わってるのはこのバネとアッパーマウント、それとこのスタビリンクですね。これがサーキットスペックとこっちの街乗りだと長さが違うので、適切な長さのこれちょっと長めになってるんですけど、これをつけてます。で最大の特徴はそうです、いい位置角度になる。で最大の特徴はですね、これのアッパーマウント、純正のバネが頭がこの中に上に入ってくるようにしてこれで車高を調整します。はい、これどのぐらい調整できるんですか？はい、これは今一番下げてるんですけど、これで純正よりダンパーの長さで約20ミリ弱ぐらい、上に持ち上げて短く組んでるんですね。はい、これで今ほぼほぼただ目いっぱい下げてある状態です。物理的にちょっとこれ以上下げるのはもうシャフトを短くしなきゃいけない感じなのでちょっと難しいんですよ。でもこのハイトアジャスターが、まあ、250キロ軽い車でこれを使えてるんで、だから多分皆さんの車にこれを使ったらまあまあいい車高になるんじゃないかと思うんですけど、スプリングのアッパーシートとかバンパーラバーも含めて、バンパーラバーちょっと切ってますけど、これはノーマルです。これももう全部ノーマルです。このグローのバネ、リアもノーマルダンパーってことですか？そうです。リアもノーマルダンパーで、このグローのバネがついてます。でリアもアッパーマウントをここにちょっと変換してゴムとかいろんなものがスペーサーを入れて車高を調整してるんですけど、やっぱ上側で調整できる、はい、そうです。上側で調整できる環境を作ってます。はい、スタビライザーはやはり同じように。そうですね。スタビライザーも角度が悪いので、このポジションアジャスターとショートスタビリンク、この2つをつけると今見てもらうように 0G の状態で結構いい角度になってますよね。これが 1G になってきてくると、まあこれが水平よりちょっと下ぐらいで止まるんですよ。でこれがすごくスタビがいい動きが出るようになってます今。電動のウォーターポンプ、前も紹介したようにちょっと映りにくいんですけど、電動のウォーターポンプがついてるんですよね。はい、だからベルトがかかってないんですよね。電動のウォーターポンプで上回すと8馬力か9馬力ぐらいでかいですかね、数字でいうと。温度になったら回るみたいな、温度が下がったら止まるみたいな、勝手に動いてくれるので、常にラジエーターには風が当ててて、ラジエーターの水は冷やしてるんですね。常に循環してないんで。で回した時だけ循環するんで、ラジエーターの温度は常に低い状態なんですよ。常に低い状態。もともと 12D のタイプ A の2653518をいつもスゴーも使いましたし、つくばもアタックつくばも使ってたんですけど、同じその 12D なんですけど、これタイプ A なんですけど、これサイズが見ていただくと分かるように2354018、はい、2653518は持っていくんですけど、多分こっちの方が出ちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。はい、要するに太くするんじゃなくて細くして面圧とタイヤバネを狙ってるんですよ。乗り心地を狙ってる部分があるのと、265だとやっぱかなりパワーもそうですね。はい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 。だから路面のミューが低くてちょっと暴れるそうだったらこういうタイヤもいいのかなと思って、ちょっとこれ緊急にちょっと用意したんですけど、あとこれワンメイクレースで使ってます08で、これ17インチのものなんですけど、このタイヤホイールをもう使います。はい、この2種類で
行く予定です。これもやっぱり、エアボリュームがちょっとあるっていうのと、グリップ力は結構あるので、エスタイヤ以上にあるので、それで215っていう細さで面圧を稼げればグリップも出るのかななんてちょっと思ってるんですよね。でタイヤの温まりもこっちの方が早いと思うので。旧型からボディとかはそんな変わってないみたいなインフォメーションじゃない？はい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 。いやいや全く違いますよ。違うってのありました？いやいや、もう鉄板自体は全く違う。そうなんです鉄板自体はもう全く違いますよ。全然溶接できない。溶接できない？できない。なんかね、なんか硬いんですよ。硬いし弾くんですよね。回転材とか？もうそういうことです。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 そういう意味です。そういう意味です。なんでこの車実はこう見えてもスポット打ってあるんですけど、結構苦労したんですよ。で例えばドア枠も溶接ができない？しづらいんですよ。しづらい？はい。これもっと綺麗にできるんですよ。これがちゃんとね、綺麗に溶けてくんないんですよ。弾いて。はいはい。で聞いたら専用のやっぱり材料があったりとか、専用のスポットの機材があったりとかするらしいんですけど、はい。でスポット打ったとこからシール材をちょっとね入れてちょっと見えないようにしてるんですけど、材料そのものがすごくその硬そうな材料になってます、はい。だから前より全然ボディ矯正あるんじゃないですかね。普通にタイムアタックに使うんだったら全くロールゲージいらないんじゃないかなと思って、そんなイメージですよ。はい。レボリューション GR86 250キロ軽量化されたその実力を試す。エンジンパワートレイン周りはですね、エンジンはノーマル、ハーネスコンピューターも含めてノーマル、スピードリミッターは切ってありますけどすぐを走るためなんですけど、それ以外はラジエーターもノーマル、やってあるのはカーボンインダクションボックスという弊社オリジナルのクリーナーがついてるのと、 SS エキゾーストと呼ばれる駅前にキャタライザーのセットがついてる、それから電動ウォーターポンプぐらいで、あとは V マウントのオイルクーラーキット、ここら辺ですね。馬力的には係数入るんですけど、280弱ぐらい、277、それが29キロぐらいですかね。でサスペンションに関してはですね、GR86 の純正のダンパー、それに、グローオリジナルの春製のダウンサス、それにワンオフっぽく作っちゃったんですけど、配当調整できるアッパーマウント、これは特殊なんですけど、それをつけてきて、結構しなやかに動くように足回りはしています。でエアロはイングスさんの今もう S タイの車両に何台かついてますけど、それのエアロとうちのオリジナルのボンネットとリアウィングがついています。ボディ補強的にはですね、一度バラバラにしてからですね、スポットを3000発ぐらい打って、シーラー入れてまたペイントして、あまり目立たないように、それから組み上げてます。車重は、1トンちょっとありますね。1005キロです、はい。LSD は ATS のカーボン、ファイナルは一応 4.875 って、そうですね、ZN6 の前の86ライトウェイトはつくばでは3年やって0秒1だったんですよ。1分00秒1。それが今回の GR86 はエアロさえつけてないものの、ウィングちょっとした車検が通るウィングとリップスポイラーしかつけないで、もうシェイクダウン時に59秒6って出てるので、今空力のアップデートを、そこから進めてますので、前回のライトウェイトのタイムよりは秒で速くなると思います。はい。歴代4番手のタイムを持つレボリューション。新型でこれを超えたいものの、この日の路面はいまいち。クリクリクリアは厳しいか。さあレボリューションGR86 ドンガラ行ってみたいと思います。 DK インプレッション。めっちゃ軽いぞ。
雨は止んだものの日陰はまだウエット状態なのに、この人ったらもうスイッチ入っちゃってます。右足にご注目。路面にグリップが伝わるかどうかを絶えず探っているが、しかし危ないところはアクセルを抜いている。峠を攻める上でこの見極めが重要。さすがドリドリ。1周目からこの走り。エンジンどっからでも吹ける。この足いいな。この足めちゃいい。吸収してるギャップ。これは楽しい。素晴らしく楽しい。もう一発いこう。277馬力。バカッパや。このストレートでは163キロをマーク。今回のレボリューションは車の軽さから生まれるバランスの良さをうまく引き出しているようだ。さらにノーマルダンパーなのに足もいいって、もう魅力も走りもやばいことになってます。タイムを上げてきた。こういうジャジャ馬は攻めたくなる。攻めがいのある車めっちゃいいわ。ジャジャ馬になると攻める気スイッチが入る。なんだろうね。なんとなく来始めたぐらいですか。この足パクりたい。今までのイメージだとレボリューションイコール跳ねる、軽い、速い。だけど跳ねない。ギャップがすげえ楽。この足はいい。ちょっとびっくり。続いてオリダーがチェック。究極の軽量化マシン、なんとね車重が1005キロで、馬力はノーマルより40馬力アップ。すごいですよ。ボディ補強3000発。だから CRMN を作ったみたいな感じだね。そうですね、そんな感じですね。いやだけどちょっとね、僕も DR86 街中で乗ってるんで、この軽さをねちょっと味わっていきたいなと思います。マックスインプレッション。オリダー曰くブレーキが効きすぎる部分はあるが、それ以外マイナス要素はなく、とにかく4つのタイヤの接地感がめちゃくちゃ高いとのこと。全く跳ねないね。ノブインプレッション。いいね、やっぱ軽いわ、偉いな。ここでアンダーステアが発生。
内圧を調整し再度アタックへ。アンダーステアを消すためにノブは左足ブレーキを使用。さらにその後左足はフットレストに置かない、クラッチに乗せたままだ。これがノブスタイル。さあタイムは25秒72。ドライだったらやばいよこれ。喋れなかった。自由自在だなこりゃ。こんなにさレーシーで硬そうなのに意外とマイルドなんだよね。ギャップに対してもすごくね許容がある。このすごいギャップなのにそんなに揺れない。めっちゃ攻めれる。ホットバージョン峠トリオをうならせるレボリューションやってくれるぜ。速いしすごいすごい。5秒7。こんなさ硬そうでレーシーなのにギャップに対してすごい許容があって車全然揺れなくて、あと軽いからすごく自由自在だしめちゃくちゃ楽しい。これがダウンサスだなんて信じられない。こちらの2名がダウンサス発案者です。完全にこういうところを意識して作ってるので、そういうコメントが聞けてマジで嬉しいです。はい。さあそれではレボリューションの GR86 です。277馬力いってみたいと思います。せーのドン。おお高いですね。いやみんな高いよ、みんな高い。はい。俺のマイナス3点は、はい。こんなどんがらに誰が乗るのホットバージョン的にはやっぱりシートもついててエアコンもついててさ、ね、快適な車をホットバージョンはこう紹介する。軽くしたかったのはわかるけど、いやだから何にもついてねえんだもんだって、ね、あんなさ、昔のさ A86 対シビックじゃないんだからさ、だからこう性能的には俺はすごく100点よ、だけどどんがらっていうのが許せない。なるほど。見た目からしてレーシーな感じでどんがらで、だいたいガシャがドンドン硬いみたいな感じの見た目してるじゃないですか、そのくせ乗り心地よくないこれみたいな。足めっちゃいいですよね。で軽いからもう発進するも止まるも曲がるもすごいフットワークいいじゃないですか。これはたまらんなってことで。たまらんよ本当に、たまらんけど俺はこうホットバージョンを今までやってきて、皆さんにご紹介するのは、シートもついててエアコンもついててって、そういう車を紹介してきてるから、やっぱプスーンもあったけどどんがらはダメよ。名前出した今。名前出してないよ俺プスーンって言っただけじゃん。そうですね、分かりづらかったですね。やっぱこう皆さんに紹介するのは俺はさ、ちゃんとついてる。僕も全く千田さんと一緒で乗り味はもう100点満点以上ですけど、あとはやっぱこう外装がもうちょっとこうまとまってきたりとか。外装気に入らないの？僕的には白黒はあんま好きじゃないですね。あそう。はい、ただやっぱサスペンションのセットアップとか、その持ってる車のポテンシャルを引き出すレボリューションの凄さを感じましたね。すごいよな。はい、やっぱあと見た目だけです。今までなんかさレボリューションっていうとなんか跳ねまくってるようなポコ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 してたじゃん。だから社長も言ってましたけど、ノーマルダンパーでいいんだねって言ってましたね。それが面白かったです。はい、いやだけど足めっちゃいいわ。最高でした。車庫帳いらない本当に、ということです。はい。86まではどんがらでも OK でいいかもってことで、さらなる進化に期待しちゃいます。